ーブがね楽しくなりました。もう本当にめちゃくちゃ可愛い。お尻の痛さも返し AMS のユーラゲージボックス。はい、皆さんこんにちは、茅ヶ崎みなみです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は私の愛車スーパーカブ C125 のカスタム紹介をやっていきたいなと思います。はい、というわけでね、今回はカブのカスタム紹介2021年バージョンってことでね、私がやっているスーパーカブのカスタム1から10まで全部ね一挙にご紹介したいなと思います。それでね、カスタムの紹介方法についてなんですけど、車両のね前側から順番に紹介していきたいなと思います。純粋にね前側から紹介していかないとすっ飛ばしちゃうかもしれないので、こういった形でねご紹介したいなと思います。ちなみに今日は2021年の7月21日なので、その時点のねカスタムってことでよろしくお願いします。そしてね、北海道から帰ってきてもうずっとねお家で引きこもって編集をしていたので、少しだけね汚れがついたままなので、ちょっとね気をつけていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、それじゃあ早速紹介していきたいなと思います。ちがみなの動画。一番最初はねこれですかね、タイヤです。このタイヤはミシュランのパイロットストリート2というタイヤです。ちなみに純正タイヤで1万キロぐらい走行した後に交換したんですけど、今回のカスタム紹介の中でも確実にねトップ5には入ってくるカスタムです。初っ端からね語っちゃって申し訳ないんですけど、何を隠そうこのタイヤでね一番良かったのは走行安定性が向上したことです。まず峠ね、カーブがね楽しくなりました。そしてブルーピング方法っていう道分かりますか？すごい線になっている道があるんですけど、その道で走っていて純正タイヤだとハンドルをね取られるみたいなことがあったんですけど、もうねこのねパイロットストリート2に変えてからハンドル取られることがなくなって、もう本当にすごくね安心して走れるようになりました。正直ねこのタイヤについてはまだまだ語りたいことがたくさんあるんですけど、もうこればっかり語ってると終わらなくなっちゃうので、サクサクいってみたいと思います。ちがみなの動画。はい、次はねスマートフォンバーについてなんですけど、実は私3つついています。それではまずはじめに1本目いってみましょう。このスマートフォンバーはワールドウォーク製のスマートフォンバーです。でこれはねミラーのところを1回外してその後に取り付けしました。このスマートフォンバーのいいところは前に突き出すような形になっていて、私は特になんですけどカメラとかねつける際にここを利用することが多いです。それでねこれねすごいね錆びちゃってるんですけど、結構ねカメラをマウントするときにがっちりつけちゃっていて、ちょっとね傷みたいになっちゃっています。それぐらいねすごいたくさん使っているスマホバーです。これは実際にスマートフォンをつけるにしてもカメラをね取り付けるにしても一番ね見やすいし使いやすいなというふうに思っています。はい、続いてなんですが、これは木島のスマートフォンバーです。これはねここの下にあるネジを一旦外して止めていて2箇所で固定しています。でこのスマートフォンバーは私がね実際にねスマートフォンを固定しているバーで、このバーのねめちゃくちゃいいなっていう風に思っているのは、やっぱりねスーパーカブ C125 のイメージをね崩さないっていうところだと思うんですよね。このねレトロなカブにこのメッキ部分がすごく合うなっていう風に思ったので取り付けてみたんですけど、実際に取り付けてみたら全然外観を崩さないので、カブのね純正のイメージを崩したくないって方にはね一番おすすめできるんじゃないのかなと思います。そして3箇所目、これはねエンデュランスのセンターキャリアです。この部分がねスマートフォンバーとしても使えるようになっていて、このスマートフォンバーの一番のメリットは何といっても剛性感です。3つのねスマートフォンバーのうち一番ねがっつりついています。そしてねここを見るとヘルメットホルダーもねつけることができるので、かなりね利便性はいいんですよね。ちなみに私は電源取り出しの部分をここにね装着させています。このやり方が多分一番高度な部分をね短くすることができるんですよね。はい、ちなみに今はねスマートフォンバーとしてご紹介したんですけど、後でねセンターキャリアとしてもご紹介したいなと思います。それでは次行ってみましょう。ちがみなの動画。そして忘れられないのがこのパーツ、竹川の C125 用のブレーキレバーです。というのもねこのパーツをね取り替えようと思ったのが、カブをね倒しちゃってブレーキレバーをね折っちゃったからなんですよね。それでね慌ててネットでね探して見つけたのがこれ、
メッキですごく高級感があって、なんだこれってなって一目惚れしてね、すぐねポチっちゃいました。それで実際にねお家に届いたらすごくね高級感があって、動画でねちょっと伝わるかわからないんですけど、すごくね満足度の高いカスタムだなと思ってます。洗車でねブレーキレバーを磨くっていうのがすごくね楽しみになりました。それじゃあお次はどこにしようかな。こうやってね順番に来たから、やっぱりねセンサーキャリアですね。さっきねスマートフォンバーの時もちょっと触れましたけど、まあこれのね本来の使用用途は名前にもある通りキャリアなんですよね。でさっきもねちょっと触れたと思うんですけど、少し前に北海道に行ってきました。その動画をね見てくれた方はもうね分かってるとは思うんですけどね、もうものすごく大活躍。それでこのキャリアのここの部分にね荷物を取り付けて、ここのねフックの部分にねフックするんですよね。ちょっとすいません、言い方がおかしかったですね。別のね画像ねこの辺に貼っておくので、これで見てみてください。でねお次なんですけど、これさっきもねちょっと触れたと思うんですけど USB 電源です。どのメーカーを使ってるかについても一応触れておきますね。私がね取り付けたものはデイトナのシングルタイプの USB 電源です。これね一応ね防水仕様になっていて、ここをね開けると USB 電源させるようになってて、でここでねカチャッと閉められるんですけど、これ忘れがちです。ちがみなの動画、はい、そしてついにこれをねご紹介する時がやってきました。私のねスーパーカブのカスタムの中で一番ね高額なカスタムです。めっちゃ高級。まずは見た目です。実はねスーパーカブって私のね勝手なイメージかもしれないんですけど、差し色にね赤がね入っていたんですよね。ここねホンダウィングの初代のエンブレムでね、スーパーカブのエンブレム、実はこの YSS のサスペンション黒いカラーもあったんですけど、私はねこのスーパーカブ C125 の赤い差し色に合わせてこのね赤いカラーをチョイスしました。そしてサスペンションなんでね乗り心地についても説明したいなと思います。実は私はバイク初心者なので、見た目を重要視して導入した部分が当初はね大きかったんですよね。でもこれが完全にいい意味での誤算で、乗り心地がめちゃくちゃ良くなりました。というのも皆さんここ見えますかね。ここにね穴があると思うんですけど、この部分に工具を差し込んでカチカチっとね回すことによって硬さのね調整ができるんですよね。私はキャンプをするようになってからすごくね重たい荷物を積むようになったんですけど、結構ねキャンプ道具の荷物が重いので、積んでいる時と積んでいない時の走り心地の差についてねちょっと戸惑いみたいなのがあったんですよね。それがこの調整できる部分ということによって改善されました。ちょっとね今日工具忘れちゃったんでやらないんですけど、ここをねカチカチ、ここもねカチカチってやることで本当にねクイックにね変えることができるんですよね。この YSS のサスペンションは私のねカスタムの中でも一番ねお値段が張るカスタムではあったんですけど、本当にねその価値がありました。ちがみなの動画、それではね次はね逆側に回ってきましたよ。もうこれどうですか。もうね私がね語る必要ないぐらいですよね。もう本当にめちゃくちゃ可愛くないですか。これはね G クラフトとデグナーがコラボした C125 用のサイドバッグです。これをつけたことによって C125 の可愛さがね数十倍ぐらいアップした気がします。それじゃあ一応ねバッグなので中身を見ていきたいなと思います。ちなみにこれね簡単にね取り外しができます。その方がね説明しやすいし、取り外し方もねなんとなく伝わると思うので、ちょっとね外してみますね。まずねこの後ろについているマジックテープを外して、でここを持ち上げるだけ、完了です。で取り外すとこんな感じでねステイがここにあります。それじゃあバッグ本体の説明いってみましょう。でさっきもね言ったと思うんですけど、サイズ感についてなんですが、だいたいこんな感じのサイズ感で、そこまでね大きいサイドバッグってわけではないです。完全にね見た目重視のサイドバッグです。そしてね横はこんな感じになっています。そこまでね厚みがあるわけではないんですけど、あんまりねバイクの横にはみ出さないので、そのあたりはねすごいいいんじゃないのかなと思っています。それじゃあね開けていきます。カチャッとね出て、北海道のままになってた。まずねこれ椅子が入ってました。入れっぱなしにしちゃってました。あとこれはずっと入れてるんですけど、これね
このサイドバッグのレインカバーもね一緒に入れています。見えるかな、中身はねこんな感じで 500ml のペットボトルがだいたいね5本入るか入らないか、そのぐらいのサイズ感です。ちなみにね今日暑いんで水筒飲みながら撮影しているんですけど、これをね入れてみると見えるかな、こんな感じです。まあね見た目の割には結構ね大きいんじゃないのかなと思います。はい、私のね株カスタムの中でも一番フル株のねこいついってみましょう。これはね JMS のニューラゲージボックス M サイズです。これはね容量は49リットルで、株のりの中でも定番中のねド定番のボックスです。ただ私の中でちょっとだけね工夫しているところがあって、ここの部分にね荷物を取り付けられるように5センチぐらい後ろに取り付けています。それを可能にしているのがこのワールドオーク製の延長キャリアです。今はねもう隠れちゃって見えないんですけど、 C125 の純正キャリアは結構ね小さめなんですよね。それをねこれをがっつり延長することによってこんな大きなボックスでもがっちりね固定することができています。ただ重量バランスが少し変わるので、サイドスタンドをね出す時には若干気を使うようになりました。はい、というわけで以上ですかね。ちがみなの動画、はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。2年間かけてねちょっとずつカスタムしてきたんですけど、最後にね私が変えてよかったカスタムトップ3をねご紹介したいなと思います。それでは3位いってみましょう。3位はねタイヤです。さっきもね言ったと思うんですけど、私はね純正タイヤでまずね1万キロね走行しました。だけどすぐにねこのタイヤにね変えればよかったなっていう風に思いぐらい、このタイヤに変えてから走り心地が激変しました。街中を走る、峠を攻める全然 OK なんですけど、長距離に行って突然ね雨に降られた時もなんていうか雨の日なのにしっかり路面を引っかいてる感が伝わってくるんですよね。ちなみに変えてからもうすでに8000キロは走行しているんですけど、あとね5000キロぐらいはねいけるんじゃないのかなと思います。ちなみにねタイヤはねリピートしちゃいたいと思ってます。それじゃあ第2位いってみましょう。はい、それはタリヤです。私は結構走行性能というか走りのね気持ちよさについても求めているみたいなんですけど、だからね3位にタイヤが来たっていうのもあって、荷物をね増やすことによってやっぱりね走行性能に影響しちゃうことをね懸念していたんですよね。今の何？カメムシついた。はい、それでその中でもこのねエンデュランスのセンターキャリアはここの平らな部分にこうやってね荷物を乗せることによって走行性能にね影響させることなく積載量を増やすことができるんですよね。本当にすごいなって思ってて、そういう部分がねめちゃくちゃ気に入っています。そしてねそれだけじゃなくて、こういったねスマートフォンバーの部分に USB 電源を取り付けたりとか、あとはねヘルメットホルダーも装着することができるので、もうねこのキャリアを取り付けることによってできることがねめちゃくちゃ増えました。はい、というわけでね第2位はエンデュランスの全体キャリアでした。はい、それでは栄えある第1位いってみましょう。それは YSS のサスペンションです。それで私さっきからずっと走行性能って言ってると思うんですけど、走ってて気持ちいいって感じるかどうかを重要視してるみたいなんですよね。もう本当にこれはね走りの気持ちよさが変わりました。特にね重たい荷物をかけてコーナーをね走っている時なんか、路面の逆を乗り越えると車体から地面が離れるような感覚があってちょっとね不安だったんですよね。もう本当にねこの YSS のサスペンションに変えてからそれを軽くいなすように、ね、なってくれました。それだけじゃなくてねお尻の痛さも解消されました。だいたいね100キロぐらい走るといつもならね痛くなってきたんですけど、今はねだいたい1日250キロぐらいツーリングで走っているんですけど、それぐらいの距離じゃねもう冗談でも何でもなくお尻の痛みを気にするってことはねなくなりました。快適にそして気持ちよく走りたいっていう人にはね本当にねおすすめできるんじゃないのかなと思いました。ちがみなの動画、はい、というわけでね多分ね漏れなくスーパーカブのねカスタムをご紹介したと思うんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。自分でもねびっくりするぐらいカスタム箇所が増えてはいたんですけど、すごくね楽しんでこれからもじっくりねカスタムしていきたいなと思います。はい、それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。
Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。